大岡山にある日本料理店佐藤の店主佐藤亮介です。今日はご家庭でも簡単に美味しく作れるトンテキのご紹介です。トンテキの材料をご説明いたします。まず豚のロース肉、こちらとんかつ用の厚切りのもの、肩ロースの部分でも結構です。ロースの部分でも結構です。こちらを1枚、エリンギ1本、あとトッピング用の貝割れ大根、こちら2分の1パック、それから、焼く時の粉ですね。こちらは小麦粉と片栗粉を半々に混ぜたものです。こちらは、肉を焼く時に使ってまいります。肉に、つけて焼く時の粉です。それから、トンテキを焼くタレのご説明です。まず酒を 60cc、 濃い口醤油 45cc、 みりん 35cc、こちらをご用意ください。まずトンテキを焼くタレを合わせます。こちら、酒が 60cc、 濃い口醤油が 45cc、 みりん 35cc となっておりますが、4対3対2、または2から 2.5 ぐらいの432、この割合で合わせていきます。これは順番はどちらからでもいいんですが、実はこれだけです。タレはもうこれで出来上がりです。これは、トンテキを焼くように大きい厚い肉を焼いても結構ですし、生姜焼きのような薄切りのお肉を焼くときにもいろいろ使います。こちら万能のタレになりますので、432で覚えていただくと分かりやすいかと思います。まず、お肉の準備に入ります。ロースのお肉は、この赤身の部分と脂身の部分、こちらがありまして、どうしてもこの脂身周りの筋が火が入りにくいですので、ここをちょっとだけカットしていきます。引きちぎってもいいんですが、一応包丁で切っております。このような状態ですね。こちらとエリンギ、これが準備できましたら、フライパンに火をつけて焼いていきます。だいぶ年季の入ったフライパンですが、一回よく焼くことによって焦げつかなくなりますので、最初から焼きをしてください。その間に、肉に粉をしていきます。下味とかは必要ないので、まずこの、小麦粉と片栗粉を同量で合わせたものです。こちらを、粉に混ぜてありますので、両面よくつけてよく落としてください。ポイントはよくつけてよく落とすです。全面によくつけます。でこのように間が空いていると、ここが火が入りやすいですので、ここが火が入ったと、同時にこちらも火が入りますので、ちょうどいい火通りのタイミングになります。引く準備ができましたので、油を入れていきます。結構このぐらい熱々になります。ちょっと跳ねますので、一度火から下ろします。で先ほどのお肉ですね、こちらが正面になりますので、正面になる向きから焼いていきます。最初はとにかく強火で焼き目をつけて肉の香ばしさを出していきます。でご家庭ですとどうしても油跳ねしますので、こういったホイルなどを落としてあげてもいいかと思います。これで十分に焼き目がつくまで、とにかく表目になる方をよく焼きます。でこちらが、合わせだれです。先ほどのものですね。こちらを、ひっくり返したと同時ぐらいにもうすでに入れていきますので、焼き目を見ながら準備します。もうちょっとですね。程よく、きつね色に焼き目がついたところでひっくり返します。ここで先ほどのタレを入れます。だいたい肉の高さぐらいの出汁の量があればいいかと思います。で収まったところで再び火にかけ、
ここで加熱をしていきますが、一緒にここでエリンギを入れます。これも一緒に蒸し煮にする感じです。でここでポイントですけども、先ほど言ったようにどうしてもこの脂身の筋のところが火が入りませんので、ここを火を入れたいのというのと同時に、この赤身の部分もあまりこれ豚肉だからといって火を入れすぎても美味しいものではありませんので、ただ生では当然食べられませんので、これがちょうど両方同じタイミングで焼けることが一番理想的かと思います。なおかつ、このタレが煮詰まっていくことによってだんだん濃度がついてきますので、火が入ったと同時にとろみがついてかけだれになるというのが一番理想的なタイミングです。先に、肉の厚さにもよって肉の方が先に焼けてしまう場合もありますので、その時は先に肉を外してしまいます。で後でタレだけ煮詰めれば、火は入りすぎませんのでジューシーに仕上がると思います。もう肉の焼けた感じというのは触っていただくのが一番わかるんですが、押して戻ってこないような状態、こう箸の跡がつく状態というのはまだ実際生ですので、もうちょっと煮る必要があります。焼けてきますとだんだん押しても箸の跡つかないで戻ってこなくなりますので、それがだんだん焼けてきたサインです。火加減はこのぐらいでもいいですし、ちょっと弱めなら弱めでもいいですし、そのタレの煮詰まり具合と合わせて調整していただければいいかと思います。肉が焼けない場合は火を弱くしてあげて、肉が焼けてしまうような場合はもう強火にして一気に仕上げるというような感じです。そうすると自然にエリンギももう火が入っておりますので、これももうすぐに盛り付ける状態にもうすでになっております。先ほどまぶした粉が、とろみの成分ともなり、だんだんこういい感じになってきます。で完全にちゃんと火が入るまで煮ていきます。この液体の中で煮ることによって、水分が保持されますので、そのままずっとフライパンで何も液体を入れずに焼くよりもよりジューシーに仕上がるようです。このように、箸で押しても箸の跡が先ほどより目立たなくなってきた、だんだん、焼けてきたサインですので、ホイールを外してそろそろ切っていきます。でこちらが焼ければこちらはほとんど火が入っておりますので、およそここの部分が焼けることを確認できれば、OK ですので、まず一度ここで切ってみます。でエリンギも火が入っておりますので一度外します。でタレの方はちょっとまだ濃度が、つききっておりませんので、再び火にかけて濃度を調整します。ここで煮詰めます。で一番最初に切るのはここですね。ここの部分がこう火が入っていれば、おそらくこちらの方も火が入っておりますので、大丈夫かと思います。もしここで赤い状態だったりする場合は一度こちらを、タレに戻してもう一度火を入れてください。では切ってまいります。この感じですね。ジューシーな感じに仕上がると美味しくできると思います。で先ほどのタレもちょうど程よく煮詰まってまいりましたので、こちらを上からかけます。こちらのタレは万能のタレになりますので、こういった厚切りのお肉だけでなく薄切りのお肉でも、先に焼き目をつけてタレを入れてタレだけ煮詰めて、最後に混ぜ合わせれば同じように照りよく美味しく出来上がります。こちらはトッピングのかいわれを盛り付けて仕上がりです。
トンテキの完成です。先ほどの432の割合で簡単にできる万能だれのご紹介です。違う厚さのお肉でも簡単にご家庭でできると思いますので、ぜひお試しいただければと思います。やってみてください。